時がもう衆議院選総選挙の見どころ。自民党が過半数割れは多分確定で、自民公明で過半数割れになった時に、どこと組むかということで、日本の構造がちょっと変わると思います。公明党というのは基本的にはその自民党の言いなりなので、自民党が好きなように政策をするんですけど、自民公明で与党が取れなかった時に、多分維新かなんかと組むんですけど、そうすると維新が言ってることをある程度自民党として政策としてやらなければいけなくなっちゃうんですよ。なのでそうするとその自民の思惑である利権的なものをなくそうというのを実現していますというのを維新としてはやっぱりそれを成果として言いたくなるので、なので結果として利権構造というのにある程度くさびを入れるというのができる可能性があるんじゃないかな。いや、そうなんですよね。わかんないですよね。僕は裏金とか統一教会とか絡んでるやつに投票するのいかがなものかなと思うんですけど、でも別に知ったこっちゃねえよっていう人結構多いんですよね。民主党が過去悪かったよね。それはそうでしょうと。今回のじゃあ立憲民主党が票を取ったとしても、別に政権取るまではいかないので、立憲民主党なり維新なり国民民主党なり令和なり共産党なり参政党なりというところが票を増やして、で自民党公明党が過半数を割った方が結果として野党側のことを意識しなければいけないので日本良くなると思うんですよね。自民党公明党が過半数を割ったからといってじゃあ立憲民主党に過半数の政権を持たせようみたいな話をしてる人あんまりいないと思うんですよ。なので、どう頑張っても立憲民主党が過半数を取るみたいにならないと思うので、野党にある程度入れて、で自民党、公明党が過半数を割るぐらいの方が、僕は日本の将来にとって良いのではないかなというふうに思ってるんですけど、苛烈な自民党、公明党支持者の人が悪夢の民主党政権をもう一度やるのは良くないって言っていて、いやいや、そこまで勝つわけじゃないよねと思うんですけど、それが良くないよねと思う人がいて、じゃあ自民党、公明党とか、統一教会を支援した人とか、裏金もらってる人に票を入れちゃうっていう、そういう状態になっちゃうんじゃないかなと思いますけどね。はい。衆議院、参議院を分かりやすく説明して、議会が1個だと、その議会1個だけで物事が通ってしまうので、なので、衆議院と参議院というのに2回通すことによって変な法案が通らないようにしようという構造なんですけど、結果としてその衆議院も参議院も立憲民主党と自民党が取っていて同じような感じなので、なので別に同じようなことするんだったら別に1個でいいんじゃねっていう話も結構あるんですよね。アメリカの場合だと上院と下院で分かるんですけど、下院の場合は日本でいう衆議院みたいな感じなんですけど、上院の場合は各州から2人出るっていう形になってるんですよ。なので、そのアラスカ州みたいな人数が少ないところからでも上院の議員が2人出ると。人口の多いカリフォルニア州とかでも2人しか出ないっていうのがあって、アメリカ50州というのは金儲けてて人口が多いところは、下院はその人口比率で割るので、カリフォルニア州の議員とかニューヨーク州の議員って多いんですよ。でも、そうすると、じゃあ、人口の少ない州というのが損するよねってなるので、人口の少ない州でも損をしないように、上院に関しては各州から2人ずつっていう形で平等性を取るというので、選出基準が違うので、上院と下院でやっぱり選ばれるタイプの人とか、その考え方も結構違うんですよね。各州から2人出るので。なので、その日本の衆議院、参議院と違って、上院、下院の差は結構あるんですけど、日本の衆議院と参議院は、参議院の場合だとクビにならないから、タレントがなりやすいみたいな、多分それぐらいの差しかないんじゃないかなと思いますけど。あと比例代表だからよりタレント系が受かりやすいみたいな。僕は立憲民主党の泉さんが原発条件的に許可っていうので、ちゃんとまともな考えをしてきたなと思ったんですよ。それがなぜまともな考えかっていうと、原発を認めない、でも物価を上げない、不可能なんですよ。原発を使わないのであれば、火力発電所で電気を作らなきゃいけないので、そうすると石油を買い続ける、天然ガスを買い続けるというのをやらなきゃいけないので、やっぱり物価も上がるし、電気代も上がってしまうんですよ。で、原子力発電所というのは、ランニングのコストは安いんですよ。最初から作るのはコストが高いし、ぶっ壊れた時はコストがめちゃくちゃ高いです。でも、作っちゃった以上、使わないにしても、使ってもコストはあんまり変わらないんですよ。使ってない原発が突然また津波でぶっ壊れましたってなったらもうその地域が人が生活できないのと一緒なので、結果としてそれはずっとコストがかかり続けるんですよ。使ってない原発に関しても。なのでそれだったら作っちゃった原発はまず使いましょう。で、それによって電気代を安くしましょう。でも新規の原発に関してはとりあえず凍結しましょうとかであればまだ現実的な話だと思うんですよね。原発を使わない、物価を上げない、これ無理なんですよ。
どちらかを選ばなきゃいけないですよね。原発使わないけど、物価上げますにするか、物価を下げます。だから原発を使います。どちらかにしなきゃいけないですよ。与党というか、日本政府を運営する自民党、公明党というのは選ばなきゃいけないんですよね。物価を下げたいのか、それとも原子力発電を使いたいのか。もちろん原子力発電を使わないで、何らかしらのエネルギーで電気を作れて、で、物価も下がるっていうのができればいいよね。でもそれできないよね。なので何かを選ばなきゃいけないよねっていうのが、今の与党が選ばなきゃいけない選択の問題なんですよ。でも野党の場合って文句言ってるだけでいいので、解決をする必要ないんですよ。原発を動かすのか、物価を下げるのか、どちらか両方選ぶことはできないよねってなると、じゃあそこで解決というのは、誰か原発を動かすを選んで、物価を下げるを取るで、原発を使わないを捨てることになるんですよね。原発を使わないで物価を下げるができればできないから。野党というのは必ず解決を選ぶ結果になるので、そうすると誰かに嫌われると。野党の場合って、文句を言うだけでいいので、解決をしようとする必要がないんですよ。野党の泉さんが、じゃあ原発動かしていいのってなると、原発動かしたくないっていう人は泉さんに投票しないってことになっちゃうので、解決をするのではなく、原発良くないよねって言い続けるだけとか、物価が上がるの良くないよねって言い続けるだけって、自民党の偉い人と野党の人が議論します。物価が上がるの良くないよね。物価が上がってるの政府のせいだよね。言い続ける。これで対決した時にね、勝てるんですよ。一般庶民としては、政府のおかげで物価が高くなってる。これ事実なんですよ。国債を吸ってるせいだったりとか、原発を使ってないせいで物価が上がってるわけじゃないですか。大体毎年 2% ぐらい物価が上がってますと。なので、物価を下げるべきであるっていうと、これは勝てるんですよ。その議論においては。でも、じゃあ実際政権になった時に、じゃあ国債すらないんですか？じゃあ原発止めるんですかってなると、やっぱり何らかしらの言っていることと違うことをやらなきゃいけないので、なので解決を望まないで対決だけしてて、野党頑張ってるねっていうので票を増やすという方が政治家としては生きていきやすいってことになると思うんですよね。どっかの政治家の人が子供たちに負担をかけなくないから自ら尊厳死を選ぶというその高齢者の人の自己決定権というのを奪うのが良くないというのを書いていて、そこでツイッターでちょうど書いたんですけど、そういう考え方が姥捨て山の考えにつながるみたいなのを書いてる人がいて、姥捨て山の考えにつながるということ自体は僕も否定しないんですよ。高齢者がいることで負担になる。だから姥捨て山という考えをする人もいるだろうなと。でただ、じゃあその考えが生まれるのは良くないけど、でも若い人たちに負担をずっと強いていると、じゃあ結婚することができなくなって、子供が増えなくなって、結果として少子化になって、日本経済悪くなってしまうよねというのも事実なんですよ。なので、若者負担を何とかして減らさなきゃいけないよね。で、そのために何をすべきですかっていうところでいくと、姥捨て山の質問になるのは良くないというのであれば、じゃあどうやって若者負担を減らすんですかっていう対案があるんだったら、その話し合いになるんですよ。でも対案はないけど、でもなんか高齢者が自分で死にたいと思っても死なせるのは良くない。で、若者の負担はほっとくっていう。いやいや、若者負担ほっといたら人口はどんどん減っていくし、今だと確か8人の若者で1人の高齢者を支えるんですけど、あとなんか15年ぐらいすると4人の若者で1人の高齢者を支えるって構造になっちゃうので、より子供を産む可能性が減っちゃうんですよね。文句を言うのであれば、ある程度その対案がない限り、やはり政策としてはできないんですよ。文句を言うだけで別にいいんだっていうので、それでなんか文句を言ってきれい語で言って気持ちよくなりたいんだっていうのであれば、まあそれは好きにしたらいいと思うんですけど、結局その政府としては何かを選択しなければならないので、そうなった時に高齢者というのの自己決定権を乱すっていうのか、もしくはそのフィンランド、スウェーデンみたいな、もう高齢者に対しての医療というのはしませんと。緩和はしますけど、手術とかしません。っていう形で自己決定権さえも奪う。長生きしたいですっていう人も自腹でやってください。治療に関してはね。っていう形のその北欧型にするかっていうので、やっぱり何かしらのみんなが思い通りのものをずっとやりたいよねはできないよねっていうのになるんですけど、そこがまあなかなか与党と野党の人は考え方が違うので、野党の人というのはまあ言いたい放題言うけど、与党の人っていうのはそうやって嫌われるんだろうなと思いました。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。